皆さん、こんにちは。にゃです。海峡封鎖の可能性など不安定な世界情勢ですが、長引くかもしれないエネルギー危機に対応していくのが難しくなってくるかもなので、エネルギーを作り出す知識の備えもおすすめです。前回の多丼の手作り方法や身近なもので作る多丼についての動画を数回に分けてお届け。今年2月にアップした3話でお話ししたゴミという名の資源のレシートや紙ゴミとか使用済みの割り箸とか投稿時から視聴してくださっている方ならば許容範囲内で10ヶ月分が集められたかと思います。最近こちらのチャンネルをしてくださった方々ならば今からでも十分間に合いますので焦らなくても大丈夫です。どうしても保管スペースがなかったり家族の協力が得られない方々もいらっしゃるかと思いますので、公園や河原とか、あと街路樹のある道路などから多丼を作る材料を地域性や季節に合わせて調達していきましょう。どんなものが使えてどれが使えないかなどは何枠に動画を分けてお伝えしていきますね。まずはノーマルな多丼のバージョンから、木炭の袋の底に溜まってる粉とかね、小さなかけらを集めます。できるだけ細かい粉になるよう、すり鉢とか、ポータブル電源で動くフードプロセッサーとか、厚手のビニール袋に入れて、棒で叩くなどで粉々にしてからですね、ご飯または片栗粉をトロトロにお粥状に煮詰めて、灰の粉に水を加えてから混ぜ混ぜしていきます。灰は水に対して 5%。ハンバーグみたいに形成して天日で干すこと1週間ほど。季節や地域性に、より出ます。で、しっかりね、乾燥させて完成です。乾燥が足りないと、お米や片栗粉の海苔にカビが生えてしまうこともあるです。あとね、もし備蓄前に穀増虫が大量発生しちゃったりしていて、もうどないしょっていうことでしたら、そのお米を海苔として有効活用していくのもいいのかなと。備蓄燃料の消費を最小限にするには、29話のソーラークッカーで炊飯っていうところで、太陽光でできる炊飯の仕方をちょっと覗いてみてくださいませ。さて、お次は、多丼を作れるほどのそんな炭の粉はないよと。ほなないわという方へのご提案ですが、多丼を木炭から作らず、身近な花炭という炭を作って多丼にしていきます。花摘みは松ぼっくりやどんぐり、バラだとか果物や野菜、ススキなんかのね、植物を炭化して飾るなどをします。とはいえ、京竹刀とか、アジサイとか、漆、譲り葉など、炭には向かない植物や素材もあり、炭化温度とか、炭素固定率とか、不純物がどのとかなど、そういうのを考慮して、炭を作るのはなかなか現実的ではないので、緊急時に少しでも暖を取るとかね、水を沸騰させて殺菌をするとか、そういった目的で快適な花摘みの多丼という位置づけになる動画になります。作り方の工程は同じなんですけども、作る方法っていうのが数種類あります。で、今回は、その中の29話で紹介させていただいたエコ作で作ってみたいと思います。松ぼっくりや段ボール、レシートとか、あとね、回覧板のお知らせのね、裏紙の紙なんかをですね、エコ作500に入れるんですけども、松ぼっくりとかさつまいもとかね、松ヤニとか、蜜とかがね、真空管のガラス管の内部とかね、線にこびりつきますので、太陽光で花摘みを一度に多く作る場合は、専用のガラス管とね、線があると、食品と花摘みとっていうのを分けて使うことができます。こちらは33話でご紹介したんですけども、購入先のリンクの URL を概要欄に再アップしておきますね。さて、炭化したいものをエコサクに入れて、蓋というか線にね、アルミをぴっちりかぶせて小さな穴を開けます。この穴から水蒸気や可燃性のガスが抜けていきますので、火傷予防でこのちっちゃな穴に手を近づけずでぜひ。12月の第2週の午前10時から、そして風があるけれど日差しの暑い24度。ここで2時間半の蒸し焼きの工程でやっています。エコサクを太陽に向けて30分、
もうね、白い煙が上がってきて、中からパチパチって音が聞こえ始めてきます。小作とつかず離れずでね、様子を見ながら、そこからプラス30分。だいぶ松屋にも出てきてて、まるでね、焼き芋のような匂いがしてきます。煙が出なくなったら、蓋のアルミをよじって、穴を塞いで空気が入らないようにします。これ空気が入っていっちゃうと、炭が灰になっていっちゃうことがありますので、ご注意ください。ここで、ゆっくりと全体を冷ましていきます。十分に冷めてからオープン。もうね、シリコン線の裏側にもですね、びっちりヤニがついております。中身を取り出してみると、段ボール、レシート、裏紙とか松ぼっくりのすべてが単価になっております。茶色い部分があってもですね、しっかり単価しておりますので大丈夫。今回は火を使わずに炭を作る方法っていうのを動画にしましたが、火を使うバージョンの動画も作成していきますので、他のね、YouTuber さんのコメント欄でお見かけする、うちは固形燃料が1200個あるから大丈夫とか、カセットガスコンロ、2箱買った、とか、それって、在宅避難が前提の安心感だと思うのです。巨大地震や台風で家が倒壊したり、もらい火での火災とか、今ある備蓄品を諦めて避難所生活を余儀なくされてしまった時に、こういったサバイバルの知識一つで守れるはずの命を失わずに済むのかもしれません。今は備蓄品の購入に忙しい方もいらっしゃるかと思いますが、生き残るという目的のための手段である備蓄品の購入っていうことにフォーカスしすぎてしまうと、手段が目的かっていう感じになってしまうこともあるのかもしれません。災害の中には年単位で社会が戻らない事象も多くあります。半年か1年後にはもしかしたら底をつくかもしれない備蓄品に安心はせず、闇雲にお金を使ってしまわず、例えば固定種の種でもね、買って安心というよりは、そこから採取するためっていう本って何冊か必要になってくるんですね。しかも一冊が高いんだな、これが。あと、具体的に必要になる野菜の量だとか、そういったシミュレーションの方法なんかはね、13話でお伝えしてあったりとか、そして調味料の材料の中で栽培ができて汎用性も高いものの抽出方法っていうのを図で20話でお伝えしたりとか、それらを初心者でも簡単に栽培できちゃうキットとか、水耕栽培に適した肥料を11話でご紹介。その室内栽培した野菜で火を使わず栄養価を落とさず、輸入が滞ったり、噴火や気候変動で卵や小麦粉、あと砂糖なんかがね、価格高騰して買えないくなったとしても作れるスイーツなどの本の一部を7話でご紹介。このように備えるっていうのを体系的に捉えて進むと、煽り動画なんかにね、自分軸がブレずに済むのかなと。備蓄品を購入するだけでは、恐怖心から依存や洗脳、強迫観念、うつなどに陥りやすくなります。私なりではありますが、すべての動画に相互的な関連性を持たせて作成し、備えのプロセスや段階的なステージアップなどをブレイクスルーしそうで、ブレイクスルーしそうわかんない人には、未来をまず描いて、その描いた未来を実現するための組み立てを最初から、こうやってやったら実現できるなって言って設定していく発想方法のことです。そのブレイクスルーとかブレイクダウンって言われるようなその方法でチャンネル構成をしていますので、ぜひ最近このチャンネルを知った方は、通知ボタンとかチャンネル登録、あとはいいねボタンなんかで応援していただきますと、私動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今年もあと数日、1年間どうもありがとうございました。皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。それではまた。